皆さん、こんにちは。動画クリエイターの大川祐介です。僕は SNS を通じてシネマティックと呼ばれるハイクオリティな動画制作をしたり、日常を切り取り思い出を残す Vlog、そんな表現が学べるチュートリアル動画などを主に発信しています。今回はそんな僕が今までの経験を生かして動画制作における超基礎の講座を始めたいと思っています。近年、より SNS が普及し、誰でも動画を制作できるようになりましたが、それと同時に情報が増え、自分にとって大切な情報のみをインプットする難易度が上がったと考えています。今までにシネマティックというジャンルに特化して体系的にノウハウを学べたりとか、あとは最近Vlog というジャンルに特化した教材をリリースしたばかりなんですけれども、そもそも動画って何なのか、カメラ、レンズの仕組みだったりとか、手持ち、三脚、スタビライザーなどの各々の表現の違い、シネマティックな構図の手法、そしてマイクや編集、カラーグレーディングのやり方など、基礎中の基礎を学ぶことで、よりインプットの質が高まり、より多くの方へ動画という選択肢を与えられるのかなと思い、この講座を作りました。ぜひこの講座を通して動画に興味はあるけど難しいと思っている方だったりとか、動画編集をすでにしているけれどもっとレベルアップしたいという方にとって楽しめる講座になっております。動画制作を始めて4年、数々の動画を作り続け、数々の機材を使い続けた僕が今伝えたい要素をこの講座に全て詰め込んだので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速講座始めていきたいと思います。はい。それではそもそも動画って何なのかというお話をしたいと思います。皆さん、動画って言ったらまず何を連想しますか？はい。動画って例えば、この目の前にあるスマートフォンでいつも YouTube だったりとか、Twitter で流れてくる動画とか、あとテレビとか、映画とか、いろんな種類の、動画があるんですけれども、まずその動画っていうのを、Wikipedia で検索するとですね、動く画像って出てくるんですね。なので動画っていうのは画像が何枚も連なって、それで動いてやっと動画になると。動画っていうコンテンツになるんですね。なのでこの動く画像をどう動かすか、どう撮るかによってこの動画コンテンツの質が変わってくるんですね。なので従来静止画と呼ばれる写真だと1枚しか伝わらなかったものが動画になってくるとフレームレートって呼ばれるものが出てきて、1秒間に何枚の写真が入るかによって表現も変わってきます。でよくこの皆さんの iPhone のカメラ設定を見ていただきたいんですけれども、このカメラに 4K の 30fps とか 24fps とか30、60とか、いろんな数字があると思うんですけれども、これはいわゆる1秒間の動画の中に何枚の写真が入っているかってことなんですね。例えば 24fps だったら1秒間に24枚の写真が入っている。で 60fps だったら1秒間に60枚の写真が入っているので、もちろんその1秒間の中にある写真が多ければ多いほどデータは大きくなるし、もちろん細かな動きとかを収めることができるので、60とか120とかに関しては、スポーツだったりとか結構動きが速いものを捉えなければいけないシーンに使うことができたりとか、あとは 24fps とかだとよく映画とかで使われているのが24フレームですね。であとは30フレームとかになってくると僕たちが普段見ているテレビとかになってくるし、60fps で再生するっていうのは、たまに映画で 60fps で見てほしいっていう監督さんがいたりとか、スマートフォンのこの YouTube とかでは60フレームで見たりすることもできるので、そこは伝えたい世界観によって、24にすべきか30にすべきか60にすべきかっていうことを決めていただけたらと思っております。で、60fps、120fps で撮影すると。撮影してで最終的にこの僕たちが見ている動画にするためには編集する必要があるんですね。だから編集するためのフレームレート、最終書き出しのフレームレートと撮影時っていうのが違うんですね。僕が今回後半でもお伝えするんですけれども、普段撮影しているのは 4K の 60fps とか 120fps で撮ることが多いです。ただ編集時、シネマティック動画とか Vlog になってくると、僕は 24fps で編集シーケンス、編集する環境を作って書き出しているので、
撮影時と編集時のフレームレートがもう全然違うじゃないかと思った方多分いると思うんですけれども、それね 120fps とか 60fps で撮ったものを例えば 30fps のシーケンスに持ってくるとですね、1秒間に60枚の写真を1秒間に30枚の写真にするってことなんで、わかりますか？2倍にスローモーションすることができるんですね。そうすると、本来僕たちが見てる絵ってのは、こういう普通の動きだと思うんですけれども、コマ数1秒間に撮っているその写真が多ければ多いほどスローモーションにすることもできるし、かつ動きにね違和感がなくこういった動画を作ることができるので、スローモーション、非現実的な表現にしたいという場合は60や 120fps で撮影して編集でスローモーションにするってことを一つねお勧めしたいと思っています。それはねまた後半でもお話しするんですけれども、もしね撮影時に 30fps で撮ったものをじゃあ 30fps のこのシーケンス編集環境に入れてスローモーション2倍にしてしまうと1秒間に30枚の写真がなければいけないので1秒間に15枚の写真になってしまうんですよ。そうなってくると結構カクついてしまったりとかで、それをもっと伸ばすともう本当に動きがカクカクカクみたいな感じでほぼね静止画に近い状態になりますので、本当に一度ね皆さんも動画で撮影したものを本当にスローモーションにしてみると本当に写真が動いているだけの動画になるのでね、こういった動画ってのは写真が連なってでその中には1秒間に何枚の写真があるんだよっていうところで変わってくるのでぜひ参考にしていただけたらと思っております。それでは次に解像度ですね。解像度って聞いたことある方多分いると思うんですけれども、よくね話題になっている言葉で言うと 4K とか 8K とかそういったね話題性のある言葉だけが先行していると思うんですけれども、あれって何かっていうと動画ってのは基本的に写真もそうなんですけれどもピクセル数でできてるんですね。このピクセルっていうこの粒が何個連なっているか、縦横何個詰まっているかによってこの解像度っていうのが変わってきます。例えば、フル HD だと横に1920個の粒がずらーっと並んでいて縦に1080のピクセル数がずらーっと並んでいるので、これでフル HD、いわゆる2K に近いですよねって言われております。次に 4K だと横に3840ものピクセル数がずらーっと並んで縦に2160個の粒ピクセル数が並んでいて、これが 4K と呼ばれるものですね。8K になってくるとまたその倍以上になってくるんですけれども、解像度が高ければ高いほどこのピクセル数の数が多いし、このピクセルの中に色情報だったりとかもういろんなね動画こういう画像をね綺麗にする情報が詰め込まれているので、多ければ多いほどやはり映像っていうのは綺麗になるんですね。ただこの解像度がね高ければ高いほどいいわけではなくて、やっぱり普段僕たちが見ているこのスマートフォンとかっていうのは8K とかにはね対応していないですし、やっぱりプレビューするこのなんていうんだろうなプレビューするデバイスによって見れないものもあるので、僕とかね YouTube とかね基本的には 4K で配信したりとか、8K で撮影したものを 4K に出したりっていうことを一つね工夫しております。なので解像度が高すぎるともちろんねフレームレートと同じで枚数が多すぎるとデータが重くなってしまって、例えば編集が大変になったりとか、そういういろんな要因で解像度っていうのを決めるのが一番いいかなと思います。でこのね動画を見ている方っていうのは未経験の方が多分多いと思うので、まず最初始めてみるといいのが多分フル HDの動画かなと思っております。4K になってしまうとちょっと編集が重くなってしまうので、フル HD この1920と1080のこの粒のこの解像度で作ってみることをお勧めしたいと思います。でインサートでねテレビの、マクロが多分出てくると思うんですけれども、本当にちっちゃな目に見えるか見えないかぐらいの粒粒子が連なって、そういった色だったりとか、この最後にカラーグレーディングもお話しするんですけれども色情報だったりとか、あとはダイナミックレンジこの明るさとかそういった幅がこのピクセルには詰まっています。あとはねこういった最近ではインスタグラムとか、YouTube とか、Twitter も数々のソーシャルメディアプラットフォームがあると思うんですけれども、やっぱりその各媒体に適した縦横比ってのがあるんですね。例えば YouTube とかだと16対9っていうその横の
縦横比になると思うんですけれども、インスタグラムとかだとやっぱりこのスクロール、そのスマートフォンでスクロールするので、やっぱりこのユーザーがこうやって見た時にやっぱ印象深くなるためには、この4対5の縦の比率って言われていて、そういったプラットフォームごとに縦横比が変わってくるので、そこもね後半で触れていけたらなと思っています。ただ基本的に僕たちが見ている、テレビだったりとか、あとはスマートフォンの横とかは、16対9だったりとか、4対3とか、そういった比率がメインになってくるので、ぜひねその縦横比を意識した上でも編集してみるのも良いかもしれないですね。まとめると、そもそもの動画ってのは何枚もの写真、この動く画像が連なって動画になっているっていうのと、1秒間に何枚の写真が入っているかによって表現が変わってくると。そして解像度っていうものも大事だし、その上、縦横比、プラットフォームごとに縦横比がね変わってくるので、それをね意識した上でこの後ね動画を撮影していけたらなと思っております。それでは、動画とは何かについては以上となります。